どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さて今日の動画は最新の iOS17.5.1 の不具合情報を皆さんにこの動画を通じて情報シェアできればなと思っております。そうですね、iPhone ユーザーの方であれば iOS のアップデートって、結構ね、重要な項目だと思うんですけれども、とは言ってもアップデートなかなかするのが怖いとかですね、不具合起きるんではないかとか、過去にね、不具合を発生させてしまったとか、いろんなね、ユーザーの方がいると思うんですけれども、実際に今のこの iOS17.5.1 はどうなのか、何かバグが発生するのか、不具合が起こってしまうのかっていうところを僕はね、今最新にしておりますので、そのあたりも含めてですね、不具合の予想と改善策をお伝えできればなと思っております。まだね、この iOS アップデートされてない方はですね、この動画の情報を見ていただいて、参考にしていただいて、一つのね、判断材料にしていただければなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。では、スタート。では、まずはですね、この最新の iOS17.5.1 で、その前に iOS17.5 がリリースされているんですけれども、短期間でね、このアップデートが来ておりますので、簡単にね、ちょっと情報だけ整理しておきたいなと思います。まず、Apple の方が日本時間の5月14日に最新の iOS17.5 をリリースしたばかりです。で、その時に一部の、ね、ユーザーさん、アップデートした、一部のユーザーさんが重大なバグが、発生していると。で、その内容というのが、過去、数年前ね、2年も3年も前に削除したはずの、写真データが iPhone 端末に表示されるようになっているっていうね、こういったバグが報告、海外メディアの方でね、結構先にね、情報発信されていたんですけれども、今この動画を撮影しているタイミングの時には、同じくね、同じ問題、日本国内でも問題がね、報告されております。で、その時に、Apple の方も認識して、すぐにね、修正版のね、OS がリリースされるだろうなと僕も思っていたんですけれども、その間にこのバグがどういった問題を引き起こしているのか、結構ね、重要な局面が出てきたんですよね。で、それはどういった局面になったかというと、一応海外メディアの方で確認していくと、自分の手元から離れた iPad、第三者に譲渡したのか、下取りに出したのか、この辺ね、たくさんちょっと情報があるので、確認できてないんですけれども、とは言っても自分に手元にない iPhone 端末、iPad 端末、こちらでも同じように過去数年前に削除したはずの写真データが表示されるようになっているっていうね、こういった報告が上がっております。で、仮に第三者に譲渡したとかね、下取りに出しているとなると、当然そのデバイスといいますか、端末は初期化しているのが、通例だと思うんですけれども、これね、初期化した端末にも同じように、過去にね、削除したはずの写真データが表示されるっていうようなことが、仮に本当に起こっているのであれば、結構ね、セキュリティ面でも、重要な、バグだけでもね、済まされないような問題だったのかなと思います。ただ、この辺のいきさつといいますか、その環境ですよね。どういう状態でその問題がね、報告されているのかっていうのが、ちょっとね、まだいまいちいろんな情報が出ててわからないんですけれども、例えば、第三者に渡している、下取りに出していたとしても、その端末自体初期化していない、アクティベーションロックの解除もしていない、で Apple ID でサインインされた状態で、例えばね、自分の手元から離れているのであれば、当然ね、iCloud が同期されているのであればですね、iPhone で削除したはずの写真データが表示されれば、Apple ID でね、iCloud 同期されているその iPad とかね、過去に下取りに出したとか、第三者に渡した端末にも表示されるっていう理屈はね、通るんですよね。ただこれがもし初期化した後のバグの報告だったとすると、結構ね、嫌な問題だなっていう気はしております。ただ、さっきも言ったように、この問題は Apple もすぐに認識をして、修正版がもうすぐ1週間後、5月の21日だったかな。ひょっとしたらね、この動画を見ていただいている、iPhone ユーザーの方で、なんか過去に消した写真が表示されるらしいですよっていう、その情報だけで止まっている方は、今現在はその問題はもう改善されておりますので、その辺はね、安心していただければなと思います。ただね、今回のこの動画では、この最新の iOS、アップデートすること自体もですね、結構躊躇されている方、不具合を起こしたくないなと思われている方がたくさんいると思いますので、実際に今、僕は
iPhone 15 Pro Max でアップデートしたんですけれども、その後に何か問題が起こったのかどうか、何か不具合が起こったのかどうかっていうのを、この後ね、しっかり解説していきたいなと思います。では、実際に僕が iOS17.5.1 アップデートした直後、何か問題が起こったのかと聞かれると、イエス、はいっていうふうになります。久しぶりにね、僕もアップデートして不具合が起こったので、とうとう来たかみたいな感じだったんですけれども、とは言っても、この問題は解決できますので、その辺は心配しなくてもいいのかなと思います。どんな問題が起こったのか、僕にね、起こったのかというと、LINE 通知、Instagram、X の通知が鳴らないという問題。この問題はもうこの半年ぐらいずっと僕のところに相談が寄せられてくるめちゃくちゃ多い案件だったんですけれども、実際に僕もなりました。で、その問題というのは該当する、例えばLINE のアプリで通知音がね、ならないということであれば、LINE のアプリを削除して再インストールしていただければ改善できる見込みがね、可能性が非常に高いのかなと思いますので、僕も実際にすぐにね、バックアップがちゃんと取れているかどうか、LINE のバックアップがちゃんと取れているかっていうのを確認した上で削除、そして再インストールをやりました。でそうすると、しっかりとね、改善できて通知音も鳴りましたので、この辺はね、同じ問題がもし起こったとしても、改善できますので、その辺も心配ないのかなと思います。でそれ以外で、今現時点で僕のところに寄せられてきている相談の中で言うと、例えばWi-Fi の接続が不安定になるとかね、切断されるとかですね、あとはバッテリーの消費とかですね、タッチ反応が鈍いとかですね、そういった不具合の相談も寄せられてきてはいるんですけれども、それらすべても、Wi-Fi はね、ちょっとiPhone 端末以外の原因もね、あるかもしれないので、そこはちょっと除外させていただいて、それ以外の問題というのは、改善できる可能性の方が非常に高いです。なので、この動画を見ていただいている iPhone ユーザーの方であれば、最近はね、アップデート、ちょっと様子見てからっていうのが、主流なのかなと思うんですけれども、現時点では何かね、小さな問題が起こったとしても、改善できる可能性の方が高いんだよっていうね、認識を持っていただければなと思います。ただ一つ例外があります。この例外はですね、なぜ起こるのかっていうのが、ちょっとね、原因がわからないんですけれども、iPhone の圏外問題ですね。で一応僕もここ数ヶ月この iPhone 圏外の相談というのが非常に多くあって、過去の例からいくと、例えば格安 SIM とかですね、マイネオさんとかね、LINE もとか、いろんな格安 SIM で起こっているのであれば、そのキャリアさんのプロファイルの再インストール、これを実行していただくことによって、改善ができていたんですけれども、今相談に来られている方っていうのは、通常のいわゆる3大キャリア、楽天含めると4大キャリアになるのかな。通常の格安 SIM でない方が iPhone の圏外になってしまっていると。そして機内モードやいろんなね、プロファイルの再インストールとかね、いろんなことをやっても改善できない。SIM カードを交換してもダメ。で、ユーザーの方では iPhone を交換してもダメっていう方もいたんですよね。それがなぜ起こっているのかっていうのは非常にね、ちょっと原因を突き止めるのがなかなか難しいんですけれども、一応僕のところに相談に来ている方の 98% ぐらいかな、改善できている方法があります。それが iPhone の初期化です。でただ、この iPhone の初期化といっても iPhone 端末だけで全てのコンテンツ、設定と消去の、ね、項目、一般リセットからあるんですけれども、その初期化ではなくてですね、パソコンを使って、iTunes を使って iPhone をリカバリーモードに入れて iPhone の復元、初期化を実行していただくこと、これが大前提となります。なので iPhone 端末だけの初期化ではこの問題、iPhone 圏外問題は改善できておりません。ただパソコンを使って、リカバリーの初期化をやっていただくことによって改善しましたという報告が、約 98% ぐらいかな。1人の方だけが実際ね、それでも圏外になったりしますとかね、そういうユーザーの方は一時改善したとしても翌日には圏外になってしまいましたとかですね、そういった報告を受けておりますので、ただそれ以外はね、全て皆さん改善できましたって来ております。なので、もし iPhone のね、圏外問題で悩んでいる方がいらっしゃれば、パソコンを使っての、リカバリー初期化をやっていただければ改善できるのかなと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。ただね、パソコンを使うってなると、ユーザーさんによってはね、パソコンがない方もいると思うんですよね。
そういった方は Apple のね、直営店、もしくは正規代理店ですね、そちらの方予約を取っていただいて、その iPhone のね、リカバリーモードに入れた初期化を実行してくださいということで、予約を取っていただければ、すぐにやっていただけると思いますので、そういった直営店とか正規代理店を活用してみてください。なので iPhone の圏外問題以外では結構ね、改善できる問題だと思いますので、現時点では皆さんね、この削除した、数年前に削除した写真データが復活するとかね、表示する問題も改善できておりますので、現時点ではアップデートしても問題ないのかなと思われます。ただこれはユーザーさんが使っている利用環境であったりだとか、いろんなね、問題を引き起こす原因というのはちょっとわからない部分もありますので、もう少しね、様子を見てからでも、全然問題ありませんので、そのあたりね、今回この動画を見ていただいて、参考にしていただいて、アップデートするかどうかの、判断をね、していただければなと思います。では、今回の動画ではですね、最新の iOS17.5.1 の不具合情報と、細かなね、問題が起こった時の改善方法をお伝えさせていただきました。一応ですね、この動画以外で何かiPhone や iPad、Apple 製品でね、何か問題抱えているとかね、質問したいなと思われている方は、X の DM 相談、LINE サポート、下のね、動画の概要欄の方に URL 貼っておりますので、そこからお越しいただければ、直接僕の方からアドバイスさせていただくことも OK となっておりますので、一度ね、検討してみてください。では本日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。ではまた。